こんにちは、東京ベジライフです。今日は無水鍋で作ったビーガン料理を1週間分お見せします。以前の動画で無水で調理ができるお鍋は野菜の旨味をギュッと凝縮した驚異的な出汁が取れるので、動物性のストックやお出汁を使わないビーガンにとってはとてもおすすめというお話をしましたが、今回はそんな無水調理鍋を使って私が1週間で作ったものをご紹介しながら、いろいろな調理法やお手入れの仕方をシェアします。今までストーブというブランドの無水調理鍋を使っていたのですが、先日の結婚記念日に旦那さんがキング無水鍋シリーズをプレゼントしてくれたので、今回はそちらを使って調理をしていきます。基本的にはストーブと調理法やできることは変わらないのですが、キング無水鍋を使ってみて大好きになってしまった理由も動画の最後にご紹介できればと思います。まずもち麦を炊きながら無水鍋の基本的な使い方をご説明します。1.2 倍のお水に30分ほど浸水させたもち麦を強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にして10分炊き、火を止めて10分蒸らします。最初に火にかけるときに強火ではなく強めの中火にすること、炊き終わってからすぐに蓋を開けずに余熱で蒸らすのがポイントです。ラタトゥイユはお水を全く足さない無水でオイル煮にしていきます。一口大に切ったお野菜をお鍋に入れたら、炊いたもち麦と塩麹小さじ1を入れ、オリーブオイルをたっぷり回し入れます。もち麦を炊いた時と同様に強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にして10分経ったら火を止め、すぐに蓋を開けずにさらに10分置いて余熱で味を染み込ませます。リゾットのようにお食事として食べられ、ベジブロスなどを足せばスープにもなります。次に野菜のローストを作りながら野菜に焼き色をつけた上で無水で蒸し焼きにする方法をご説明します。蓋をフライパンのように使い、本体を蓋として使います。お鍋を中火にかけ、水滴を落とした時に球体になり転がるくらいしっかり余熱します。油を入れ野菜を焼き付けます。野菜にいい焼き色がついたら蓋をして、ここからは基本の調理法と同じで湯気が出てきたら弱火にして15分蒸し焼きにします。火を止めたらさらに10分以上置いて余熱で野菜を柔らかく仕上げます。人参やブロッコリーのように硬い野菜もオーブンを使って長時間ローストしたようにふっくらホクホクに出来上がり、甘みがぐんと引き出されます。もう一品欲しいなという時にパッとできておすすめなお料理とともに、無水鍋のお手入れ方法もご説明します。基本の蒸し焼きの方法と同じく、お鍋を中火でしっかり余熱したらオリーブオイルを入れ、じゃがいもを焼き付けます。クミンパウダーとコリアンダーパウダーを加え、玉ねぎとキャベツを加え、塩麹小さじ1を入れます。蓋をして湯気が出てきたら弱火にして10分蒸し煮にします。火を止めたら少し置いて余熱で味を染み込ませます。無水鍋は食品の保存には使えないため、調理が終わったらなるべく早く作ったものを取り出します。作ったものを取り出したらそのまま放置せずに、触れるくらいの熱さになったら洗ってしまいます。普通のスポンジと洗剤で洗い、焦げついた部分があればたわしなどを使えばきれいに取り除けます。洗い終わったらすぐに布巾で水気を拭き取ります。味気がないという蒸し野菜のイメージを一新する一品です。お鍋に水を1センチほど入れたら蒸し皿を入れ、蒸したいお野菜をそのまま入れます。蓋をして強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にし5分ほど蒸し、さらに余熱でしっかり火を通します。残ったお出汁は取っておきます。お野菜そのものから出た水分で蒸されているので旨味が凝縮されていて、シンプルにお塩、レモン汁、オリーブオイルだけでびっくりするくらい美味しいごちそうになります。おから入りジェノバソースなどをつけるのもおすすめです。無水鍋を使えばお野菜が煮崩れることなく、柔らかく野菜そのものの味が染み込んだスープを作ることができます。お野菜を適当な大きさに切ったらニンニク2かけとお鍋に入れ、ロマネスコを蒸した時に取っておいたお出汁を入れます。ローリエ2枚と塩少々を入れたら強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にし15分煮込み火を止め、少し置いてさらに余熱で味を浸透させていきます。缶のお豆または茹でて保存しておいたお豆を加え、玉ねぎの皮で取ったお出汁を追加します。塩で味を調整し温めたら出来上がりです。無水鍋を購入したら真っ先に試していただきたいのが大根とレンコンのステーキです。特にレンコンはホクホクサクサクでまるで栗のような甘みが引き出されます。レンコン、大根は 1.5 センチほどの厚さに切り、大根は表面に細かいさいの目の切り込みを入れます。野菜のローストと同じく蓋をフライパンとして
本体を蓋として使っていきます。中火でしっかり予熱したら米油を入れ、レンコン、大根を入れます。塩少々を入れ、片面に焼き色がついたらひっくり返し、お鍋本体で蓋をします。湯気が出てきたら弱火にし、15分蒸し焼きにして火を止めたら、少し置いて余熱で味を浸透させます。少量のお塩でもびっくりするほどしっかり味がつきますが、お好みでお醤油を垂らして召し上がれ。無水鍋といえば小麦粉なしで作るトロトロカレー。以前にもベーシックな無水野菜カレーの作り方をご紹介していますが、今回はその日に冷蔵庫にあった野菜をふんだんに使って作っていきます。みじん切りにした玉ねぎにニンニクと生姜をすりおろし、カレー粉大さじ1と2分の1、塩少々、オリーブオイルを加え弱火にかけます。玉ねぎがある程度炒まったら火を止め、リンゴをすりおろし入れ、野菜をどんどん入れていきます。最後に塩麹小さじ1とガラムマサラ少々を入れ蓋をします。強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にして10分煮込みます。火を止め、少し置いて余熱でさらに味をなじませます。水分が足りないようであればベジブロスなどを足してください。最後の日は友人宅でお料理の持ち寄りパーティーがあったので、ケーキのようなライスサラダのような押し寿司を作りました。初日に無水鍋でもち麦を炊きましたが、無水鍋でご飯を炊くとふっくら炊けるので、玄米でもパサつかずにお寿司ができます。キング無水鍋が大好きになった理由のその一つは日本製というところです。キング無水鍋は1953年に広島で生まれたお鍋で、今も広島で生産されています。海外の製品と比べて輸送コストや関税がかかっていない分、比較的お安めということもありますし、海外の製品が輸送される時に使われる燃料やカーボンフットプリントを考えると、エコの観点からも国内で生産されているというのは大きなプラスですね。私が持っているストーブやルクルーゼといったお鍋は鉄製なので、重さがかなりあって扱うのが結構大変です。キング無水鍋は直径24センチの大きなものでも、蓋も合わせて片手で持ち上げられるくらいなので、今度旅行に行くときはキッチンがあるところに滞在してお鍋を持っていこうかなと思っているくらいです。またアルミは熱伝導性に優れているので、すぐにお鍋が温まって調理がスピーディーにできるところもすごく気に入っています。まず見た目が余計なものが全くないシンプルな飽きのこないデザインなので、これから何十年も使っていきたいと思わせてくれます。そして蓋も調理に使えるというところがすごいと思っていて、フライパンのように使ってご紹介したレンコン大根ステーキを作るのに重宝し、本体を蓋のように使うこともできますし、蓋で焼き付けてからそのままオーブンに入れて調理することもできます。ここまで見てくださってありがとうございます。今日は無水鍋を使って私が作った1週間分のビーガン料理をお見せしました。無水鍋の購入を検討されている方や、持っているけどなかなか使いこなせていないという方の参考になれば嬉しいです。こういったビーガンクッキング、エコな生活、ヨガといったトピックで毎週水曜日と土曜日に動画をアップしていますので、ご興味があればぜひチャンネル登録をお願いします。インスタグラムの方ではその日に食べたものや作ったもの、スタジオの様子などをご紹介していますので、そちらもぜひ覗いてみてください。それでは See you next time!